体長およそ4センチ、巨大な顎、強力な毒針、そして時速40キロほどとも言われる飛行能力。日本に生息する昆虫の中でも圧倒的な存在感を持つオオスズメバチ。集団でミツバチの巣を襲えばわずかな時間で大量の働きバチを倒してしまいます。まさに日本最強クラスの昆虫。ですがそんなオオスズメバチにも倒される相手がいます。しかも最後に紹介する生物はオオスズメバチと戦うことすらありません。それでもある意味では今回最も恐ろしい存在です。今回はオオスズメバチを倒せる生物5選、第5位から見ていきましょう。その前に、オオスズメバチがどれほど厄介な相手なのか確認しておきましょう。まず武器となるのが強力な大顎、獲物を噛みつき切り裂くことができます。さらに腹部には毒針、そして何より恐ろしいのが、空を自由に飛び回りながら攻撃できることです。地上の生物なら距離を取ることもできますが、相手が飛行できるとなれば、逃げることすら簡単ではありません。攻撃力、機動力、防御力、その全てが高い。普通に正面から戦えば、昆虫界でもトップクラスに危険な相手です。しかし自然界では、単純に体が大きい方が勝つとは限りません。速さで上回るもの、罠を使うもの、数で包囲するもの、そして、オオスズメバチの最大の武器である毒針を恐れないものまで存在します。さらにランキングの最後には、戦闘とは全く違う方法でオオスズメバチを追い詰める謎の6体目も紹介します。第5位、シオヤーブ。いきなり本当にオオスズメバチに勝てるのを、と思った人もいるかもしれません。シオヤーブは、オオスズメバチのような巨大な毒針を持っているわけではありません。体格でもオオスズメバチが上、真正面からぶつかれば、決して安全な相手ではありません。では、どうするのか。シオヤーブの強さは、正面から戦わないことにあります。シオヤーブの仲間は、空中を飛ぶ昆虫を捕らえる捕食者、獲物を見つけると一気に接近し、足で相手を捕まえます。そして興奮を突き刺し、獲物の体内へ消化液を送り込みます。内部を液状化させその体液を吸い取ってしまうのです。オオスズメバチには強力な毒針があります。しかし当然、自由な角度へ無限に攻撃できるわけではありません。背後や髪型など、針を向けにくい位置から捕まれば状況は一変します。つまりシオヤーブに必要なのは、真正面からオオスズメバチを倒すパワーではありません。先に捕まえること、オオスズメバチが反撃態勢に入る前に、有利な位置を取ること、最強の毒針を持っていても使う前に捕まってしまえば意味がない。これがシオヤーブの勝ち筋です。しかし次は、待ち伏せだけではありません。空中そのものを戦場にするハンターです。第4位、オニヤンマ。日本最大級のトンボとして知られる空のハンターです。ただし体格だけを見ればオオスズメバチもかなりの大型昆虫。しかも相手には毒針があります。もし捕まえ損ねれば逆に攻撃を受ける危険もあります。それでもオニヤンマには大きな武器があります。それが飛行能力と捕食に特化した足です。トンボは飛びながら獲物を追跡し、6本の足を前方へ集めることで、カモのような形を作って獲物を捕らえます。そして捕獲した昆虫を強力な顎で噛み砕いていきます。重要なのは、この一連の動作を空中で行えること。オオスズメバチが得意とする空中戦で、さらに空中捕食へ特化した相手が待っているわけです。もちろん、オニヤンマなら必ずオオスズメバチに勝てる、という話ではありません。オオスズメバチ側にも大顎と毒針があります。捕まえ方を間違えれば、反撃される可能性があります。しかし、オニヤンマが先に背後や髪型を取り、足でしっかり捕獲できれば、オオスズメバチは毒針を十分に使えないまま噛みつかれることになります。空を飛べるだけでは空の王者にはなれない。飛びながら捕まえそのまま捕食する。オニヤンマは、オオスズメバチと同時空を使って戦える数少ない昆虫の一つです。しかし第3位から戦い方そのものが変わります。速さもパワーも必要ありません。相手を戦わせなければいいのです。第3位、ジョロウグモ。オオスズメバチが飛んでいる状態で戦えばスピードも攻撃範囲もオオスズメバチが有利でしょう。クモには翼がありません。空中を高速で追いかけることもできません。ならどうやって勝つのか。答えは簡単。追いかけないのです。クモには網があります。飛んできた昆虫が網へ衝突する。その瞬間、オオスズメバチ最大の武器だった飛行能力が失われます。羽が糸に絡まり、自由に方向転換できない。足にも糸が絡む。そしてクモは、安全な位置からさらに糸を重ねていきます。オオスズメバチの毒針は強力です。しかし、相手に届かなければ意味がありません。クモ側にとって最も危険なのは、高速が不十分な状態で接近すること。だからこそ、すぐに真正面から噛みつく必要はない。糸を使って動きを制限し、反撃できる範囲を狭めていく。十分に高速できれば、最後に噛みつき、獲物として処理します。ここまで来ると、もう単純な強さ比べではありません。オオスズメバチがどれだけ強力な武器を持っていても、その武器を使えない状況を作ればいい。しかし第2位は、さらに異常です。1匹では勝てない。だから数百匹で1匹を殺します。第2位、ニホンミツバチ。オオスズメバチと比べれば1匹1匹は圧倒的に小さな存在です。真正面から1対1で戦えばまず勝負になりません。オオスズメバチの大顎はミツバチを次々と攻撃できます。実際、スズメバチによるミツバチの巣への襲撃は、コロニーにとって非常に大きな脅威です。ところがニホンミツバチには、オオスズメバチへの対抗手段があります。オオスズメバチが巣へ侵入してくる。すると大量のニホンミツバチが一斉にその周囲へ集まります。そして、敵を中心に巨大な蜂の玉を作ります。いわゆる、
蜂球です。しかし、単に押さえつけているだけではありません。蜂球の内部でミツバチたちは筋肉を動かし、温度を上昇させていきます。内部はおよそ46度前後という高温に達します。ここが驚くべきポイント。ニホンミツバチとオオスズメバチでは、高温への耐性に差があります。ミツバチ側が耐えられるギリギリの高温を作り出すことで、中心にいるスズメバチを追い詰めるのです。さらに蜂球内部では、温度だけでなく二酸化炭素濃度なども変化し、複数の要因がスズメバチへダメージを与えると考えられています。つまりこれは、単なる数の暴力ではありません。自分たちが耐えられる環境を作り、敵だけを限界へ追い込む、集団で作り出す生きた穴です。そして興味深いのが、ニホンミツバチがスズメバチと長く共存してきたこと。スズメバチという強力な捕食者がいる環境で、対抗する行動を発達させてきました。1匹なら勝てない。10匹でも難しい。ならば、巣全体で戦う。オオスズメバチの強さを集団戦術でひっくり返す。これがニホンミツバチです。しかし、第1位はもっとスケールが違います。オオスズメバチを1匹倒すのではありません。狙われるのは、巣そのものです。第1位、ハチクマ。ここまで昆虫やクモを紹介してきましたが、1位は鳥です。名前にクマとありますが、猛禽類の仲間。そしてその名の通り、爬虫類の巣を襲い、中にいる幼虫やさなぎなどを食べます。当然ここで疑問が生まれます。蜂の巣を襲ったら、大量の蜂から反撃されるのではないか。その通りです。普通の動物なら、これが最大の問題になります。一匹の蜂ならともかく、巣には大量の個体がいる。しかもスズメバチ類なら、強力な毒針を持っています。しかしハチクマは、蜂を利用する生活に適応しています。顔周辺には、密生した羽毛があります。蜂の攻撃を受けにくくする上で役立つと考えられており、蜂の巣を狙うという、他の動物なら避けたい危険な行動をとります。さらに恐ろしいのは、ハチクマの目的が成虫一匹ではないこと。地中などに作られた蜂の巣を見つけると、巣を掘り出します。そして狙うのは、内部に大量に存在する幼虫やさなぎ、つまり、オオスズメバチ側から見ると、これまでとは全く意味が違います。シオヤーブなら、狙われるのは一匹。オニヤンマも、基本的には個体同士の捕食。クモも、網にかかった個体が狙われます。ニホンミツバチの場合は、巣へ侵入してきたスズメバチを集団で迎撃します。しかしハチクマは違います。自分から蜂の本拠地へ向かいます。そして巣を掘り地の世代になる幼虫やさなぎを食べる。オオスズメバチの強さは、強力な毒針と大顎、そして集団で行動できることにあります。しかし自然界には、その危険な集団そのものを食料として利用する生物がいる。最強クラスの昆虫も、食物連鎖の頂点ではありません。どれだけ強くても必ずそれを利用する生物が現れる。これこそ、自然界の面白さなのかもしれません。ですがまだ終わりではありません。ここまで紹介した5種類は何らかの形でオオスズメバチと戦ったり、捕食したりする生物でした。最後の一体は違います。外から攻撃する必要すらありません。なぜなら、オオスズメバチの体の中に入るからです。番外編、スズメバチネジレバネ。ネジレバネの仲間は昆虫に寄生して生きる非常に特殊な生物です。幼虫の段階で宿主へ侵入し、その体内で成長します。つまり、オオスズメバチの大顎も、毒針も、飛行能力も関係ありません。戦う必要がないからです。さらに寄生された宿主では、行動や繁殖に影響が出ることがあります。外から見れば、オオスズメバチは生きています。飛ぶこともできる。しかしその体は、すでに寄生生物の生活場所として利用されている。真正面から最強の昆虫を倒す必要はない。内部へ入り込み、その生き方そのものを変えてしまえばいい。今回紹介した中で、最も派手さのない戦い方。しかし見方によっては、最も恐ろしい相手なのかもしれません。シオヤーブ、オニヤンマ、ジョロウグモ、ニホンミツバチ、そしてハチクマ。最強に見えるオオスズメバチにも、自然界には様々な天敵や対抗手段が存在します。あなたが一番驚いた生物はどれでしたか？ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただけた方は高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。